翌日から1週間、ありとあらゆる適性検査が実施された。その結果、手先が器用な久美は、難関な工程の部門に配属された。久美が就職した岡山の会社は、全国から学生服の受注を一手に引き受け、生産をしていた。工場には、最新式のプレス機や工業ミシンを導入し、海外からも見学に来るほど、当時では工場生産の最先端を行く有名な会社であった。敷地内には工場の他に食堂、入浴施設、管理棟などが立ち並び、さらに管理棟内では定時後にお茶やお花などの習い事ができる数々のクラブと医務室を備え、福利厚生も充実していた。女子社員中心で門限や規則など厳しい面もあったが、万全の警備体制と充実した設備に囲まれ、安全で快適な寮生活を送ることができた。久美は初めて親元を離れ、しばらくの間、心細く感じていたが、田舎とは違い、目新しいものに囲まれた、新鮮で魅力的な生活に、すぐ虜になった。仕事にも慣れ、寮の生活に余裕ができると、週末は友人と和集山に出かけるようになった。海が一望できる和集山は、久美のお気に入りの場所で、頂上まで登ると、手入れの行き届いた松の木が整然と立ち並び、目の前には何隻もの船が行き来する穏やかな瀬戸内海の海が広がっている。まさに風光明媚を絵に描いたような景色だ。そしてそこにのんびりと腰を下ろすと、上空では青々とした空に雲がたなびき、眼下では商船学校の訓練生が船の演習を行っている。何をするわけでもなく、ただそうやって景色を眺め、ゆったりと贅沢な時間を過ごすのがとても好きだった。谷間の寒々とした田舎とは違い、暖かく、平穏で美しい海と山に囲まれたこの地には、幼い頃記憶したパラオのような穏やかな時間が流れていた。結婚するまではずっとここで働こう。何一つやりたいこともなかった久美だったが、ここでの生活だけは奪われたくなかった。しかし、そんな久美の願いも虚しく、充実した生活は、あっという間に終わりを迎えることとなった。入社して3年、久美が18歳になったある日、突然、何の連絡もなく、父の和夫が岡山までやってきた。久美は和夫の話に耳を疑った。まさか、自分まで恵美同様、名古屋に花嫁修行に行けというのだ。父さん、今は仕事も慣れて楽しいんじゃ。そいにここは、田舎と違うて何でもあるで。やめたくないきんな。それはもう無理じゃ。明日帰るき。父親に逆らうなど、もってのほかである。和夫は久美に断りを入れず、すでに会社に退職願いまで出していた。1ヶ月後、久美は、縁あって嫁いだ恵美の後を引き継ぐように、物書きの家に、家事見習いとして世話になることになった。そこでは、お茶や料理、
行儀作法の基礎を厳しくしつけられた。女中部屋と称した部屋は、猫の額ほどの狭さで、食事も満足に与えられず、待遇は最悪であった。会社勤めで気楽に暮らしてきた久美には、到底耐えられず、年季の1年が過ぎると、さっさと辞めて、田舎へ戻っていった。田舎に戻ると、姉の千恵は、すでに地元の病院を辞め、神戸に移り住んでいた。千恵は、病院の隣で、薬局に勤める巴と、仲が良かった。たまたま帰省していた巴の兄、健一を紹介されたことをきっかけに、二人は結婚し、健一の住む神戸で、一緒に暮らしていたのだ。久美は父親の手前、田舎で遊んでいるわけにもいかず、知恵を頼り、神戸で働くことにした。初めて訪れた神戸の地は、高度経済成長の追い風で、異国情緒漂う街は、活気に満ち溢れ、戦後最大の発展を遂げていた。そこで、久美同様、兄を頼って神戸に出てきていた巴の紹介で、ハーバーという喫茶店のウェイトレスとして、アルバイトを始めた。久美ちゃん、まだ1週間やのに、あっという間にメニューも覚えたんや。巴は慣れた様子で、オーダーを取る久美を見ていった。まあ、これくらいはなんとかね。それに、コーヒーマシンの使い方もすぐ覚えて、すごいで。いいや、前にミシンの仕事してたけん。機械いじるのは慣れてるだけやで。まあ、損に謙遜して、私なんか、オーナーに何度も聞いて覚えたきんな。コーヒーの種類も多いし、なかなかメニューも覚えられんで。最初よう間違うてたわ。オーナーが、モーニングの準備までできてるって、びっくりしとったで。ともえちゃんはほんまに褒め上手や。ほなけん、お客さんに人気なんよ。私は口だけや。客商売にもってこいやんか。そしたら、私らすごい、いいコンビやで。年の近いこともあったが、二人は初めて出会った時から気があった。久美のあっさりとした気性と、巴の屈託のない性格が、二人の絆をますます深めていった。